おはようございます。ついに16日目になりました。今、ワシントン DC の、ユニオン駅の地下にあるフードコートにいます。で、今、朝の9時45分なんですけれども、これから、ですね、10時10分発、2時間かけて、正確には1時間57分かけて、11時7分着の、フィラデルフィアサーティストリート駅行きのですね、電車に乗ります。路線的にはクレッセントと変わらないんですけれども、次乗るのはノースイーストリージョナルっていう、なんかフィラデルフィアとかニューヨークとかあそこら辺一帯をバーッと網羅しているようなアムトラック、これに乗って行きたいと思います。今までの十何時間の旅に比べるともう2時間めちゃくちゃ短いので、ちょっと気が楽です。というのと、さっきから電車の状況を見てるんですけど、遅延が全然ないですね。やっぱり首都圏走ってる、都市圏走ってて距離も短いから、多分あんまり遅延とかが発生してないのかなと思います。で、朝ごはん兼昼ごはん食べてるのはチキンフィレ A っていう、結構アメリカだとでかい、チキンナゲット屋というかチキンサンド屋さんです。全米で第2位だそうで、本当はなんかジョージア州の食べ物だって発祥の地らしいんで、アトランタで食えばよかったと思うんですけど、こういう感じにチキンサンドと、ビスケットですね、あとハッシュドポテト、それからちょっとすごいインスタント感を感じさせる酸味の強いホットコーヒー、これ全部合わせて8ドルぐらいです。安いんだか高いんだかというとよくわかんないですけど、アメリカの中ではやっぱ安いのかなと思います。というわけで16日目も、行ってみたいと思います。これからフィラデルフィアに向かいます。Hey, what's going on, man? He loves airplanes as well. Ladies and gentlemen, next stop is coming up, Wilmington, Delaware. Wilmington, Delaware now arriving. Please watch your step. Once again, Wilmington, Delaware now arriving. Please watch your step.
フィラデルフィア駅に着きました。フィラデルフィア駅すごいですね。今までの駅よりもなんか路線がいっぱいあります。でかいです。なんか品川駅みたいな感じで線路がいっぱいあります。ちなみにこれ乗ってきたアムトラックなんですけど、ここに書いてありますね。ノースイーストリージョナル、これに乗ってきました。はっきり言って機体自体はあんまり、他の機体とは変わらない感じですね。わあすごい。よいしょ。天井が高いですね。うわー、でかいな、ここも。駅がすごい立派です。本当アトランタとかなんであんな小さかったんだろうと思いますけど、フィラデルフィア駅、フィラデルフィアの中心、サーティストリートステーションですね。あっちにサーティストリートって書いてありますけれども、ここに来ております。いや、なんかすごい高級感があっていいですね。なんか神殿みたいですよちょっとした。ちなみに12時7分着だったんですけど、本当に12時7分ぴったし着きました。エルパソで8時間半も遅れたのが嘘みたいですね。中心部のアムトラックはかなり時間が正確みたいです。ちなみにめちゃくちゃ混んでまして、今までで初めてってぐらい混んでて、相席っていうか普通のカウチ席に座れなくてですね、食堂席を相席で使うような感じで来ました。相席になってくれた人がすごい優しい人で、なんか中年のビジネスマンだったんですけど、僕のことをなんかちょっと子供と勘違いしたか分かんないですけど、タブレットくれたりしてですね、とても優しかったです。さてフィラデルフィア降りました。多分あっちの方に行くとダウンタウンがあるはずですね。ちょっと行ってみたいと思います。ごめんなさい、29ストリートから出た方が良かったみたいです。サーティスストリート駅だから、サーティスストリートっていう出口の方から出るべきなのかなと思ったら、ダウンタウン行く場合は29スから出なきゃいけなかったみたいです。サーティスから出てまっすぐ歩いちゃうともう全然遠いとこ行っちゃうみたいで、すごいっすね。今まであんまこんなことなかったんですけど、もう道降りるとすぐキャブが、タクシーがいっぱいいるような状況です。
やっぱりでかい駅ですね。あとは何だろうな。こっち側から降りるとすごい街が近代的な街というかビルがいっぱいあるし、なんか時計はおしゃれだし、フィラデルフィアってもうちょっと荒廃したイメージだったんですけど、全然そんなことないですね。これからなんか、ヒルトンのサブブランドみたいなホテル取ってるんで、そこに行きます。モットーバイヒルトン、ここから徒歩で14分だそうです。じゃあちょっと行ってみたいと思います。モットーバイヒルトン着きました。なんかビジネスホテルって感じですね。クイーンズサイズのベッドが一つあって、もうこっちはもうダウンタウンですね。ですぐそこにすりガラスのトイレとシャワーがあって感じですね。都市部だから非常に狭いですけど、機能的な家具が置いてあるのかなと。でも冷蔵庫とかないのか。冷蔵庫とかはちょっとないですね、残念ながら。ただ1階で、コーヒーとかが、午前中は朝6時から飲めるよみたいなことを言われました。あと面白いのが、ここのホテルは、飲食関係レストランとかは全部メキシカンインスパイアードですって言われて、メキシコ風だそうです。フィラデルフィアまで来てそんなことあるんだって思っちゃいますね。今まで南部にいたんで、南部はそういう感じのお店結構ありましたけど、まさかフィラデルフィアのヒルトン系列がそんなことになっているという感じです。これで3万3000円なんで、いや多分コスパ的にはいいと思うんですよ。他のところも見たんですけど、ただやっぱ日本から来るとすごい高いく感じますね。ニューヨークじゃなくてこのサイズで1泊3万3000円かってのはちょっと思っちゃいました。でももっとダウンタウンの方に中心部に行って、しかもヒルトンももっとみたいなセカンドラインとかサードラインみたいなところじゃないと、今回3泊するんですけど、3泊で9万9000円ぐらいなんですけど、いやもうほんと15万とか、なんか結構そんな感じのところが結構あったんで、15万はちょっと言い過ぎですけど、12万とか15万。結構やっぱりフィラデルフィア、今ホテル代が高い感じですね。でも綺麗なんで、快適に過ごせそうです。フィラデルフィアの中心地を歩いてます。はっきり言ってニューヨークみたいな感じですね。大都市って感じがする街並みです。本当大都市って感じで、今まで南部とか歩いてきましたけど、南部の方は本当アトランタのあれ、あんまりなんか徒歩で生活するというかは、やっぱ車ないと生きていけないんじゃないかぐらいの都市設計でしたけど、やっぱこっちの方まで来るとそんなことないですね。もうみんな徒歩で生活できるような設計の、昔ながらのって言ったらなんですけど、ちょっとコンパクトなサイズの街づくり、街は広がりはすごいんですけど、物がいろいろと集中しているような街並みにもうとうとうなってきたなって感じです。でこれ見てください。立派だなと思ったのが、これフィラデルフィアの市庁舎だそうです。立派ですね。周りのビルもとても立派で、いやーすごいかっこいいです。やっぱアメリカって東海岸の古い大都市に来ると思うんですけど、もう作りがヨーロッパですよね。すごい。You got kiss the hell.
So, but you can go straight down too, right? だいぶ歴史のありそうな作りですね。てっぺんにあるのはきっとなんか建国に関わった政治家とかなんでしょうね。いやー立派。メトロに直結してんですね。まあちょっと市役所の中には用事がなくて入るとやばい人に認定されてしまうかもしれないんでちょっとやめときますけど、でもビジターセンターなんかはやっぱり観光客とか来るんですね。あれでも閉まってるじゃん。臨時で閉まって別のところでやってるみたいですね。1871年から1901年の間に建てられた。じゃあ30年もかけて建てられたんですね、これ。なるほど。まあ立派ですもんね。でも30年はちょっと長すぎるんじゃないかなと思いますけど、まあ徐々に増築していった感じなんでしょうか。いやーでも立派だ。フィラデルフィアって初めて来ましたけど、立派な都市ですね。僕はロッキーが大好きなんで、っていうかシルベスタ・スタローンが大好きなんで、そういう世代なんでしょうかね。フィラデルフィアっていうともうロッキーのイメージなんですけど、ロッキーが生活するフィラデルフィアって、まあ正直ローアレベルなフィラデルフィアをずっと映し続けるので、ちょっとイメージとしてはもうちょっと荒廃した街を想像してましたし、フィラデルフィアってなんか犯罪の発生率も高いみたいなのを以前聞いたことがあったんですけど、この中心地を見てるだけだとなんかそんな感じは全然しないですね。めちゃくちゃ立派な街並みですね。いや本当大手町かって感じがしますね、東京の。こっち移すといきなりヨーロッパですけどね。なんか見たことがある政治家ですね。書いてあった。そしてあそこにステーキハウス。アメリカのこういう一等地とか中心的なビジネス街って絶対にいい感じのステーキ屋さんがありますよ。やっぱり商用でみんなステーキなんですかね。隣リッツ・カールトンですしね。いやー立派で、こっちをずっと歩いていって、自由の鐘独立記念館という方向に向かっていきたいと思います。そうです。今ランボードサウスっていう駅の近くなんですけど、このチキンバーガー屋さん見てください。ビットコイン ATM あります。いや、こういうのあるっていうのはもちろん情報としては知ってたんですけど、今回アメリカ一周してて初めて見ました。ビットコインのマーク、ビットコインでチキンバーガー買えるってことですよね。もう仮想通貨大好きでいっぱい投資してるんですけど、いや初めて見ましたね。ビットコインで買えるもの、買えるお店。もちろん日本にもできてるっていうのは聞いてはいますけど、実際見たことなかったんでちょっと記念に撮っちゃいました。
こっちだとあんなハンバーガー屋さんでもビットコインを一回入れるんですね。きっとオーナーはビットコイン信奉者なんでしょうね。僕もそうっちゃそうなんですけど、いやすごい面白い経験しました。いや、独立記念館まで来ました。シティホールから歩いて15分、いやもうちょっとかかって20分ぐらいですかね。街並み歩いてすごい面白かったですけれども、ちょっとまた暑くなってきました。いやここがアメリカ独立の地なんですね。独立の時に鳴らした自由の鐘というのがあるそうなんで、ちょっとそれを探しにあった。エントランスフォーゼリバティベル、これですね。ちょっと行ってみたいと思います。あそこの中に、自由の鐘がありました。であの鐘が鳴らされた後にここの広場で、独立宣言がされたそうです。Anyway, so where was I? Right, so Intermittent Hall. I really do believe that this is the most important moment in American history. The reason why, so Trump said that. アメリカのものすごい象徴的な場所だと思うんですけれども、それほど厳重に警備されてるわけではないですね。もちろん警察はいっぱいいますけど、いやーでも綺麗な建物ですね。独立宣言が1776年だそうなんで、もっと古い建物だと思うんですけど、すごい整備されてて綺麗です。インデペンデンスホール独立記念館ですけど、予約必要だったみたいです。でもまあ今スマホで操作したら15分後ぐらいのが取れたんで、ちょっと行ってみたいと思います。たった1ドルだったんで、まあ実質的にはなんかセキュリティ上の関係でやってるだけぐらいな感じなんですよね。中はツアーじゃないと入れないみたいです。結構しっかりX 線とかも使ったりして、バッグの中見たりとか金属探知機とか使っていったり、やっぱそれなりにセキュリティしっかりしてるみたいです。すごい綺麗な感じですね。まあ、今4月末だからかもしれないですけど、新緑、まあもう新緑ってほどじゃないかもしれないですけど、緑がすごい気持ちいい感じです。いやすごいいい時期に来れてよかったです。世界遺産アメリカ独立記念館です。こちらは当時の法廷です。反対側の部屋には独立を議論した部屋が残っています。13州なので、13席。一番奥の席はジョージ・ワシントンが座っていたそうです。外にはジョージ・ワシントンの銅像があります。で、銅像が立つ庭にはエイブラハム・リンカーンとかジョン・ F・ケネディの記念碑が設置されているような感じです。先ほどの独立記念館の公園からすぐ歩いてきたところに、これが最初の第一合衆国銀行といったものだそうです。独立した後の13州の銀行の中央銀行的な役割を最初になったそうです。1791年ぐらいの建物らしいですけど、確かにすごい古いですね。で、この横にミュージアム・オブ・ジ・アメリカン・レボリューションって書いてありますけど、そういう独立系の、ミュージアムがあるので、ちょっとこれを見に行きたいなと思います。なんかアメリカをこうやってずっと旅してきて、ミュージアムいっぱい見てきて、めちゃくちゃアメリカへの理解が深まったと勝手に思ってるんですけど、やっぱアメリカにとって建国ってすごい大事なんですね。なんか日本も明治維新とか大事かもしれないですけど、各州でこういった感じのミュージアムがあったし、展示物が結構独立運動とか南北戦争系が多いなとはちょっと思いました。まあ、ちょっと行ってみたいと思います。中には独立のきっかけとなった飲酒法とかボストン茶会事件などから始まりまして、アメリカ独立戦争の建国初期の歴史について詳しいです。
面白いのは、独立時に独立側、もしくはアメリカ側についていたインディアンとか黒人の視点からも独立を語るところです。なんか多面的にアメリカ独立戦争を見れるっていった感じです。あまり写真撮れなかったので残念ですが、中では当時使われていたマスケット銃のモデルを操作してくれたりですね、15分ほどの映像があるんですけど、その後にジョージ・ワシントンが独立戦争当時に実際に使っていたテントなんかが展示されていました。このミュージアムも閉まっちゃったので、ちょっと最後にフィラデルフィア名物を食べに来ました。なんかチーズステーキっていうこの食べ物がフィラデルフィアの名物だそうで、ここに来るまでにいっぱいフリーズチーズステーキっていうのをサンアントニオとかテキサスとかで見てきたんですけれども、食べてみたかったんですけど、フィラデルフィアが発祥の地らしいです。すごいです。鉄板でじゃんじゃん炒めた薄焼きの牛肉ステーキ、それにチーズをドバーってかけて、でもトマトとかは僕これはトッピングしたんですけれども、これで11ドル。いやー美味しそう。ちなみにこのソニーズフェイマスチーズステーキっていうところで食べました。作ってもらいました。独立記念館の公園から歩いて 2,3 分のところですね。すごい近いところなんで、Google マップで調べてたらすごい美味しそうだったので来てみたんですけど、どうなんでしょう。チーズがアメリカンチーズって感じ。コクがあって美味しいですね。そして牛肉が確かに薄切りで、ちょっと日本の牛肉みたいな薄切りですね。アメリカってあんまり肉薄切りにしないイメージが強いんですけど、すごい本当に薄切りです。美味しいですね。朝もチキンサンドでちょっとジャンクっぽいの食って、夜もこれで大丈夫かって気もしますけど、これは美味しいですね。確かに道理で人気があるというか、来る道中どの町に行ってもこのチーズステーキのお店があったんで食べてみたかったんですよ。しかしこれは美味しいけど、さすがにちょっとジャンキーですかねでもすごい美味しいです。フィラデルフィアじゃなくてもぶっちゃけ食べれるというか、どこにでもあるんですけど、フィラデルフィアの街はチーズステーキのお店がいっぱいあるみたいなので、ちょっと他のも試してみたいと思います。というわけで16日目はこれで終わりっていう感じで、明日もフィラデルフィア1日観光したいと思います。ありがとうございました。